皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は日本の好きなところと嫌いなところについて話したいと思います。私はまずこの国が大好きです。自分の国が大好きなんだけれども、私は夫がイギリス人なので、イギリスにも4年住んだことがあります。なので外国に住んでいると、自分の国のいいところと悪いところが見えてくるんですよね。なのでちょっとそれを皆さんに今日は紹介したいなと思います。まず一番日本のいいところは安全で治安がいいところです。これ本当に大事なこと。本当に自分の命、ね、自分の体を守るためには本当に大切な重要なことですよね。私大学生の時、今から何年前かな、10年以上前ですよね。12、3年前かな、ね、今考えてみたら、夜遅くまで友達と居酒屋に行ってね、飲んで一人で暗い夜道を歩いて家まで帰ったなと思います。でも全然何もね、盗まれなかったし、誰も私にパンチしたり殴ったりキック蹴ったりしなかったんですよね。私は本当に無事に何も問題なく、ね、家まで帰れたんですよ。これって私にとって普通なことだったんですよ。当たり前に普通に、ね、夜中1時とか2時に外暗いところ歩いて帰ってもね、安全で次の日も元気で暮らしていけるということは普通だと思っていたんですよね。でもですね、私夫がイギリス人なのでイギリスに引っ越ししたことがあるんですよね。でその時に日本人の友達と一緒にね、久しぶりに日本料理食べたいよねっていう話になって、ロンドンの中心にある居酒屋に行ったんですよね。で帰りね、普通に日本の感覚でね、駅から家まで歩いて帰ろうとしたんですよ。その自分の家から一番近い駅、その駅から自分の家まで歩いて15分ぐらいかかったと思うんですけど、そうで、いや歩いて帰るわみたいな感じで自分の夫に言ったんですよ。そしたらえって、もう夜10時半でしょ、危なすぎるよ、死にたいのみたいな感じで言われて、って思って。小さくてね若い日本人の女性がカバン下げて一人で歩いてたら、それはもう悪い人にとってはチャンスすぎるよって言われたんですよ。財布とかも盗みやすいしね、スマホとかもう盗みやすい、簡単に盗める状況でしょ。でそういう人を悪い人、泥棒はターゲットにしているよって言われたんですよ。だから絶対に歩いたらダメって、一人で歩いたらダメって、必ずタクシーに乗って帰ってねってすっごく心配されて、いやもう本当にびっくりして、日本ではそんなことあんまりない、結構珍しいことだと思うからすごくびっくりしましたね。それにロンドンはタクシーが高いしね、
だから本当に治安がいいって、安全って本当に大切なことなんだなっていうのを感じました。今私はね、また日本に帰ってきて、今日本に住んでるんですけど、ね、そして2年前かな、自分の子供が生まれたんですよね。でもなんか本当に自分がね、子供を育てるならやっぱり安全な場所で育てたいなっていうふうに思っていて、だって日本だったら小学生、本当に6歳とか7歳ぐらいの子でも本当に普通に歩いて学校に行くんですよね。それに学校の後、放課後って日本語では言うんですけど、放課後子供たちだけで公園に行って遊んだりゲームしたりしているんですよね。でも私がロンドンに住んでいた時は私ナニーっていう仕事、子供をなんか見る世話する仕事をしていたんですけど、でその子供が10歳ぐらいだったんだけど、必ず学校まで迎えに行かなきゃいけなかったんですよね。子供が一人で、ね、外を歩くっていうのが基本的にはできない、禁止なので、ね、子供たちが一人で何かをするっていうのがなかなか難しい環境だったっていうのもあって、でも日本はね、そうやって子供が安全に遊べる環境なので、それはね、自分の娘にとっていいことなのかなって私は感じています。親としては子供がね、自分から離れて自分から見えない場所で何かをしているっていうのはちょっと心配とか不安だったりするんだけど、子供にとっては私はすごくいいことだなって思っていて、だって親とかね、大人がいなくてもしたいことを考えて決めて動く、行動する、なんかそういう力を小さい時からつけるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなって感じているので、なので私たちはね、日本でね、子供を育てるっていうふうに決めたんですよね。まずこれが日本の本当に大好きなところで、もう一つだけ日本の好きなところを話したい。私にとってはやっぱり食べ物、本当に自分にとってやっぱり日本の食べ物、和食が合うんですよね。すごくね、日本の食べ物はバランスがいいしヘルシー、健康的なんですよね。なんか魚とご飯と味噌汁とサラダ野菜みたいな感じのご飯。イギリスに住んでいた時は結構パンとか肉とか多くて、結構太っちゃったんですよね。日本はさ、おかず、サイドディッシュっていうの、おかずを結構食べる文化があるじゃないですか。なんか例えば魚とご飯だけじゃなくて、例えば漬物とか、ね、サラダとかスープとか、そういういろいろなものをバランスよく食べられるので、やっぱり体にはいいのかなって思っています。はい、本当に日本に帰ってきてもう4年ちょっと経つんですけど、やっぱり自分の国日本本当に私はね、大好きだなって思っています。じゃあ反対に日本のあんまり好きじゃないところ、これもちょっと話しておきたいと思います。一番はね、仕事だよね。仕事の環境が本当にとにかく悪い。なんか給料も安いし、なのに長い時間働かなきゃいけない。
本当に大変すぎる。とにかくワークライフバランスが悪い、日本は。まあこれは本当に大きい問題だと思っていますね。なんか私はね、本当にラッキーなことに運がいいんですけど、私はフリーランスで外国人の方に日本語を教えているので、自分はね日本に住んでいても全然問題ないんですけど、これがもし日本の会社で働かなきゃいけなかったら、朝7時過ぎに家出て家に帰ってこれるのがね7時とか8時とかになるのかな。だから本当に家に12時間ぐらいいない生活みたいなのしなきゃいけない感じは結構あるかな。だからなんかもう疲れすぎて、なんか週末は寝るだけみたいな。平日、月曜日から金曜日までを日本語で平日って言うんですけど、平日は本当に仕事だけして、週末は本当に寝るだけ、なんかもうリセット期間みたいになっている人が多いような気がします。本当はさ、仕事が終わる時間っていうのは5時半とか6時のはずなんだけど、上司先輩が仕事をね全部終わるまで自分も待ってなきゃいけないみたいなね、そういう文化があったり、そういうのは本当に私は好きじゃない。日本では上の人っていうの、先輩とか上司をこう尊敬するっていう文化があって、その人たちが仕事をしていたら待っているっていうのは、その人を尊敬しているっていうことを態度行動で見せるっていうことになるんだと思うんですけど、でもなんか本当早く帰ろうよと思いますよね。みんなにとって長く仕事しているっていうのはいいこととは言えないでしょね。難しいですよね。あと給料もねあんまり良くないですよね。なんか日本ではここ30年ぐらいはね、みんながもらえる給料、難しい言葉で手取りって言うんですけど、この30年ぐらいは本当に同じぐらいの金額らしいんですよね。でもさ、物価、物の値段はどんどん上がっている、高くなっているわけですよ。だからみんな仕事頑張ってるのにどんどん物が高くなってね、生活が苦しくなってきてるんですよね。だからなんか働きっぱなしみたいなね状況になりやすいですよね。これはちょっとねあんまり好きじゃないかなと思うんですよね。そのせいであんまり日本人の友達に会えないんですよ。本当に私辛い。だってみんな月曜日から金曜日まで仕事して、もう週末はね疲れているから休んでいるか、あとはね家族を持っている人は週末は家族時間になっちゃうんですよね。なので本当に友達に会えないんですよ。仲いい友達でもなんか1年に2、3回ぐらいしか会えないこととかも多くて、結構私寂しがり屋なので友達にあんまり会えない状況は辛い。ロンドンに住んでいた時にも仲良しの友達がいて、友達は女の人でイギリス人なんだけど、その人のパートナー旦那さんは日本人っていうね友達だったんだけどね、なんかその友達とはねなんか結構週末とか暇だったら一緒に会ったりとか、家族同士でねご飯を食べたりとかできたんですよ。でそういうのが結構好きだったから、なんか日本だとやっぱり、ね、週末は家族で過ごすからちょっとその友達には会いにくい、なんか家族時間を邪魔できない感じがすごくあるからさ、なんか家族時間も大事なんだけどさ、やっぱ寂しいなって思う。日本の、好きなところとあんま好きじゃないところを紹介したんだけどさ、でもなんだかんだ言って私やっぱりこの国好きよやっぱり過ごしやすい。さっきはあんまり好きなところで言わなかったけどさ、本当に建物とかも綺麗だしさ、寺とか神社とか、あとはなんか
春夏秋冬って季節四季があって、そういう景色とかもすごいいいじゃないですか。癒されるっていうのね。本当にこの国が大好きだよって皆さんに伝えたいです。今日は初めてポッドキャストを撮ってみたんだけど、まあこんな感じで終わりにしようかな。また時間がある時にポッドキャストを撮りたいと思っているので、ぜひチャンネル登録、サブスクライブのボタンね、押してください。じゃあ今日もありがとうございました。じゃあまた次のポッドキャストで会いましょう。またね。